我が家の薪ストーブです。新保製作所というところで作っている薪ストーブで、この薪ストーブすごい使いやすくて気に入ってます。でも薪ストーブっていうのは電気とかガスとかそういうのじゃないので、かなりいろいろやることがあってですね、大変な面もあります。で今回は、タイトルにもあったように薪ストーブの現実ということで、薪ストーブを使っての生活っていうのはどんなもんかっていうのをですね、皆さんにご紹介したいと思います。ファクトリー Q、この動画でご紹介するのは、ある一日の、私の薪ストーブに関係する作業です。薪ストーブシーズンになるとだいたい毎日、こんなようなことをやることになりますね。まずは薪割りです。道具は薪割り用の斧、それから大ハンマー、これは鉄のくさびを打ち込むときに使います。でこれがくさび、鉄のくさび2つですね。こうやって斧だけで上手に割れればいいんですが、斧だけだと割れないものもあるので、そういう時はくさびを打ち込んで、割ることになります。で1個だけだと、食い込んでしまって取れないっていうことになりますので、必ずくさびは2個以上持っておく必要があります。はい、こうやって狙いが外れて割れないということはもうしょっちゅうですね。はい、当たったけど割れない。これもよくあります。まだ割れない。からの抜けない。もう一回持ち上げて、やっぱり割れない。抜けない。やっと抜けた。で、割れる。薪割りを1日にどのぐらいしなきゃならないかって話なんですが、だいたい1年で、1年というか1シーズンで1トンぐらい燃やすんですよね。1トン。1トンというとだいたい軽トラック3倍分になりますね。1トンの薪をだいたい1シーズンで割るわけです。1年かけて割ればいいんですが、真夏はもう暑くてやってられませんから、やっぱり薪割りっていうのは冬やるもんなんだと思いますね。今割ってる薪ですが、これは庭木を剪定したりですね、あと邪魔な木を伐採したり、そういう時に出たもので、植木屋さんというか、業者さんですね、そういう人からもらっています。業者さんからしてみればゴミの処分費用が安くつくということになりますし、私からしてみても、わざわざ薪を切りに行く必要がなくなるので、ウィンウィンっていうんですかね、非常に助かってます。ただこういうふうにですね、大きさが揃ってないんですよね。当たり前ですけど、剪定したり伐採したりっていうことなので、薪にすることは別に考えずに切ってるんですよね。それは当然なんですけど、なので薪割りもですね、こういう短いのとか長いのとかいろんなのがあって、それから樹脂もまばらなので、硬かったり柔らかかったりですね、いろんな薪に対応しながら、薪割りをしなきゃなりません。でこうやって短いから、ちょっと弱い力でいいかなと思いながらやると割れなかったりですね。まだ割れないでしょ。ちょっとひびが入ったけど割れない。しょうがなく手で裂くとかですね、こういうことになるんですね。ちょっと太いのがありましたんで、割るんですが、これ今真ん中に、打ってみたら、これ真ん中の方ちょっと腐り気味なんですよね。なのでちょっと端っこを今狙って、でも割れないと。で今度はしょうがないので反対側を狙って、これでも割れない。この芯がちょっと腐り気味の薪っていうのは意外と割れないんですよね。斧が入れば入るんですけども、ズブっていう感じで、
ひび割れが伝わっていかないんですよね。剪定した木なので、多分これ腐ってるから剪定しよう、もしくは伐採しようっていうことで切ったんだと思うんですよね。今向きを、あちこち変えてますけども、なぜかというとですね、ちょっとこの画面からは分かりにくいかもしれませんけど、この巻き割り台にしてある、太い木ですけど、これ少し傾いて、傾けて、置いてあります。先ほども言いましたように、剪定した木なので、断面がまっすぐっていうことではないんですよね。斜めに切ってあるっていうことも結構あって、水平な巻き割り台だとどういう置き方でも倒れてしまいますので、巻き割り台の方を少し斜めにしとけば、割る巻きの向きを、うまいこと合わせれば、立たせるっていうことができます。はい、14本目。これがですね、割れないんですよ。こんなのが、14分の1、もうちょっとあるかな、10分の1ぐらいの確率で、なんでこれ割れないのっていうのが出てくるんですよね。で、割れないのがもう分かったので、このくさびで割ります。なんで斧じゃなくてくさびをわざわざ使うかっていうとですね、斧の場合はなかなか狙いを定めて同じところに何回も、打ち込むってことは難しいですよね。くさびであれば、同じ箇所を何回も叩けるんですよね。何回も叩いているうちに少しずつ食い込んでいって、最終的に割れるということになります。でもくさびが刺さってると上の方が重たいので、バランスが悪くて、でやっぱりこうやって倒れるんですよね。これ14本目だいぶ時間かかってますけども、巻き割りってこうなんですよ。杉とかヒノキとか、ああいうまっすぐな樹種でしたらこんなに手間かからずにスパスパ割れていくんだと思うんですけども、杉やヒノキは日持ちがしないので、硬い広葉樹の方が薪としてはいいんですよね。今回は薪ストーブの現実っていうタイトルなので、現実の薪割りを長々とお伝えしています。この薪がなかなか割れないのは、一つは節があるんですよね。節があるとなかなか割れません。それから、切ってからだいぶ経ってるみたいで、かなり乾燥してるんですね。乾燥してるのは保管期間が短くなるのでいいんですが、木の種類によっては乾いてると割りにくいっていうことがあるんですよね。逆に乾いた方が割れやすいっていう木もあってですね、ちょっとその辺はなんでなのかはちょっとまだ分かりません。これでようやく14本目が割れました。この日は15本巻き終わって、やめることにしました。あと1球。次に行ったのは煙突のメンテナンスですね。見えますかね、ポタポタと水が落ちています。前の日に結構雨が降ったので、それが溜まっちゃったみたいなんですよね。この脚立で登って、水を抜きたいと思います。煙突はもうタールというか、もうドロドロですね。で、水が落ちて、もう瓦も汚くなっちゃってますね。もともとここに、水抜きの穴が開いてるんですが、ちょっと詰まっちゃってる感じで、針金でつっついたらジャバッと、水が出てきました。でこれは、掃除をする時の蓋があって、それが取れるんですけど、
もう中は本当にドロドロです。雨水が煙突の中に入るってことはあるんですが、これが室内の方までね入ってきちゃうと困るので、煙突には少しだけ傾斜がついてます。煙のことを考えると逆傾斜っていうのは良くないんですけども、それよりも雨水が入る方が大変なので、少しですね、本当に1度とか、このぐらいの傾斜は必要です。ファクトリー9。その次に行ったのは薪の移動です。うちではですね、薪棚で 2,3 年乾燥させたものを、薪置き場に運んで、その後薪ストーブで燃やすという順番になっています。薪置き場にはだいたい 4,5 日分の薪が置いておけるんですが、それがなくなってきたので補充をしました。薪棚から家の周りをちょっと回り込んで、裏手の方に、薪置き場があります。なんでわざわざ薪棚から一度こっちに移すのかっていうことなんですが、室内からこの戸を開けるとさっきの薪置き場になってます。薪ストーブからすぐ近くなので、とっても便利なんですよね。普通はだいたい薪棚から、玄関に持って入って薪ストーブの横のラックなどに置いておくっていうのが多いと思うんですけども、そうすると家の中がゴミだらけになるんですよね。薪ストーブの周りはどうなっているかというと、次に入れる薪がまず準備してありまして、火ばさみとか金網とか道具類があります。それから、焚き付けですね。うちでは、かんなくずとか、近くで拾った松ぼっくりを使っています。もちろん端材も使います。それから革製の手袋と、マッチですね。あと灰を取るためのバケツがあります。できるだけきれいにしているつもりなんですが、それでもこういうふうに薪のくずがねあちこちに散らばります。それからたまには火の粉が飛んでちょっとこうやって床が焦げてしまったりですね、そういうこともあるんですよね。一応エアコンもつけたんですよね。だけどあんま使わないですね。やっぱり夏は冷房で使いますけど、冬はほとんど薪ストーブで、暖房はしてますね。こうやって薪を置いてあったところにはもうゴミだらけ、こんな感じになります。しょうがないんですよね。薪割りとか薪の移動とか、あと煙突の掃除とかですね、いろんな、日々の作業をご覧いただきましたけども、結構めんどくさいことばっかなんですよね。体力も使いますし、時間も使います。じゃあやめちゃってもうエアコンにしちゃおうかっていうことにはならないですね。このいろんなめんどくさい作業もひっくるめて、結局楽しいんですよね。薪ストーブ使い始めてだいたい10年ぐらいになるんですけども、火のつけ方とか薪の割り方、薪の保管の仕方とかですね、まだまだ毎年のように、気がつくことがたくさんあってですね、全然飽きてこないんですよね。これからもずっと薪ストーブライフ続けていくと思います。今回の動画いかがだったでしょうか。これからもですね、この古民家と薪ストーブ、切っても切れない関係っていう感じだと思うんですが、いろんな作業をご紹介していきたいと思いますので、チャンネル登録、高評価などお願いしたいと思います。